はい、千葉チャンネルこと千葉ちゃんです。本日も動画の方をご視聴いただき誠にありがとう。ただいま走ってるところはこれまた私の庭です。外房無料道路を走ってます。千葉市緑区は千葉市の中の一番南、緑に囲まれてるから緑区なのかと。杉が多いので春になると花粉症がひどいんですよね。その緑区の中を走ってる外房無料道路という昔は有料だった道があるんですが、詳しくは過去に同じような動画を出してるので、それを見ればどんな道なのかっていうのがわかります。なんで今日また外房無料道路からお届けしているのかというと、この一番あっちの先の鎌取の赤井町でしたっけ、あそこの延伸計画になんか動きがあるみたいなんで、私がちょっとあの辺車で夜走ってみたら、工事車両みたいで重機が何台か置かれてて、何かをしようとしているような感じだったんですよ。ちょっと前に1ヶ月前ぐらいにローソンが取り壊しになったじゃないですか。2ヶ月前ぐらいですかね。このね、延伸部分にちょっとなんか変化がありそうな感じがしたんで、ちょっと急遽この動画を回してます。セロの方の動画でも出しましたけど、このグロムの方にも新しいハンドルカバーを装着しました。このね、ハンドルカバー2200円ぐらいのハンドルカバーなんですけど、どうなのかなと。一応ね、 Amazon で一番売れてるハンドルカバーらしいですね。でもね、思ったんですけどね、ちょっと操作がしづらいなと思ってるんですよね。で、中はね、防風機能はすごい高いので、なかなか手は冷たくならないのかなと思うんですけど、グロムをね、ウインカーとか出したりするような操作をすると、このハンドルカバーはちょっとやりづらいかなっていう感じはするんですけど、それでもね、2200円で買えるものなので、いい方と言っちゃいい方かもしれないですね。だんだん近づいてきましたね。なんか操作がすごいやりづらいですよね。で、それとは別にね、インナーシールドが今インスタ360のカメラで撮られてるんですけど、今シールドが赤っぽいじゃないですか。これね、ちょっと新しく買ったんですけど、松葉三幸和っていうメーカーから出てる、普通シールドの方がミラーになってるじゃないですか。ミラーシールドって、これね、シールドの方じゃなくて、シールドの内側にロックだっけ、なんかそういう曇らないアイテムがあるんですけど、インナーシールドっていうのが、それがね、取り付けられてますね。インナーシールド、ミラーシールド、これがね、重宝してるんですよ。普通のシールドって傷ついたら終わりじゃないですか。1万円ぐらいするんですけど、傷ついてもクリアのシールドってそんなに高いもんじゃないから、例えば傷ついて交換したとしてもそんなにお金がかからないっていうなんか感じなんですけど、もう近づいてきましたね。もうここですね、外房無料道路の延伸部分。重機がほらなんかいるじゃないですか。でもここら辺はまだあれだな、工事はされてないですね。ローソンのところに営業所じゃないけど、あれが事務所ができたんですね。そうだ、ここですね。そういうこと、重機が入ったわけじゃないのか。これやりづら、ちょっとね、すごいやりづらい、このハンドルカバー。ちょっとこのハンドルカバー危険だな。安かろう悪かろうかな。すごい操作がしづらいな。なんかね、すごい操作しづらいんですよ。取っちゃおうかな。ちょっと邪魔だな、これ。左の操作がすごいやりづらいですね。ということで Amazon で一番売れているハンドルカバー、良いかと思って買ったが、操作がしづらいってことで失敗ですね。ただ走るだけなら問題ないが、よくウィンカー出すなら、止めた方が良いかもしれないですね。あとはホンダ車はウィンカーが下にあるので、押しづらいのかもしれないですね。でもなぜか評価が良いんですよね。なぜだろう。ここに事務所ができたんだ。ここでじゃあいろいろとなんか作戦を練って作業するんですかね。ちょっとこの操作やりづらいな。取ろっかな。
ということで撮っちゃいました。せっかくねアイテムを紹介する予定だったんですけど、やりづらいんでちょっと撮っちゃいました。まあ興味がある方は概要欄の方に URL を貼っとくんで。ということでこの確認か、ここで終わっちゃうな。ちょっとあっちの方行ってみようかな、せっかくだから。ここ行けなくなっちゃったりしても、もしかして行けるのかな。あ、行ける。ここは行けますね。こっからは重機入らないんだろうね。もう結構進んでるかも。なんかまだやってるな、下。なんかえぐってるな。やっぱここにまだなんか通そうとしてますね。いや、ハンドルカバーがないとすごい楽だな、やっぱり。やっぱいつもやってるハンドルカバーじゃないとダメですね。7000円ぐらいする高価なハンドルカバーがあるんですけど、それはね、すごい中がでかい作りになってるんで、操作はしやすいんですよ。進捗はなんか別になさそうですね。ただ単に重機じゃないけど、事務所ができてこれからじゃあやりましょうみたいな。事務所ができることによって、あそこに、泊まり込みかどうか知んないですけど、作戦練りながらやるんで、もう多分ここからずっと工事が始まりそうな気がしますよね。どんくらいだろう。普通に2、3年ぐらいずっとあそこに事務所があって作業してそうな気がする。なんとなくですけど。ちょっとここに左に行こうかな。ここに止まってると、あいつ千葉ちゃんじゃねえのって思われそうですよね。ここ調査するの私ぐらいしかいないですからね。なんか前回来た時よりもまたあっち側の方がすごい綺麗になってる気がする。でもやっぱあそこの柱が気になりますよね。内側って歩道が入るのかな、わからないな。すごい怪しいですよね。私のこのインスタ360で見えてんのかな。すごいね、怪しい格好してるんですよ。あいつ何やってんだろうみたいな、不審者じゃねえのみたいな感じで。これからできそうな気がする。ちょっと恥ずかしいですね。まあでもヘルメットかぶって私の顔、一切見れてないんで、別にいいんですけどね、それは。ここら辺ももしかしたらこうやってなんかあれなのかな、こっち側から繋がんのかな。その入り口をここで作るとかの可能性ありますよね。でも結構それめんどくさくない？どうなんだろう。ここ信号があるってことは、そうだな、ここも信号で左と右に行けるようなランプになるってことだ、多分。ここそうですよね。あっちも多分ランプになるのかもしんない。それ結構便利になりますよね。ランプがさ、ここなくてそのまま突っ切るような感じだったら、ちょっと不便さを感じますけど、ここにランプができたらね、すごいいいですよね。ここからだってあっちの方からこうやって来て、外房、無料道路の方に行けるってことですよ。最高じゃないですかね。これすごい楽しみですね。でもこのランプ作るまでってなっちゃうとね、すごい結構やっぱり3年ぐらい普通にかかりそうですよね。なんかもっと楽しみになってきたな。これはね、ちょっと、私50歳ぐらいなんで、全然生きれるんですけど、交通事故とか病気とかしないでね、これを楽しみにちょっと待ちましょうかね。皆さんも、健康には気をつけて、これが完成するまでは必ず生きてるぞっていう意気込みでね、みんなでこれ完成したらちょっと、オフ会開いて祝いましょうか。っていうことで、ちょっと違うところに行きましょうか。と、その前に外房無料道路の延伸計画の場所を 3D 映像で見てみましょうか。ローソンがあるので最新の映像ってわけではないですが、こんな感じで通すのが分かれば良いかと。これいつまでだ？やっぱあれだ、令和8年3月だ。3月で一旦後期っていうんですかね。が終わって、またその後4月から開始とかそんな感じなんですかね。ここやっぱランプになりそうだな。絶対なるな。
フェラーリだ。フェラーリのオープンカーだ。こんな緑区にフェラーリがいるんだ。フェラーリだ、あれ。結構若そうな方が乗ってましたね。ということでね、このままちょっと終わってしまうのもつまらないので、せっかくならこの鎌取の周辺をちょっと見てきましょうかね。鎌取の駅の周辺は、まずはね、ちょっとニトナの赤門に行ってみたいなと思って、ニトナのね、赤門があった場所ですね。ちょっとそこに行ってみようかなと思います。ここにマックがあって、ブロンコビリーがあって、この辺も右側の商店街はもう廃れちゃってますよね。平山の商店街って呼ばれてるところなんですかね。昔はここが多分大網街道はすっごい昔からある道なんで、ここ沿いは多分栄えてたんですよ。で、あと他のところってもう一切ドワーって鎌取は更地だったんで、一気に開発されましたよね。で、一旦開発されてから緑区役所、千葉市が区政になって区役所が鎌取駅に置かれるってことになってから、もっと余計に開発が進むようになって、何ここ、なんかこの土地なんかするんだ。家が建つのか、ここ。なんでここ家なのかな。でもこんなところに家建つか。なんだろう、商業施設かな。ここはあれですよね、プールですよね。ニトナのプールって言ったらすごい人気ですよね。ここね、プール何回か5回ぐらい行ったんですよね。ここには昔、結構大きめなプール施設があったのはご存知だろうか。一応、2012年までは営業していたみたいなので、13年前までは営業していたので、知ってる人も多いのかと思うが、ここを通るとこの思い出が多いんですよね。このプールには5回ぐらい行ったことがありましたが、ちょうど人口が増加していた時代にあったので繁盛していたかと思います。実際に赤字ではなく最終的には黒字で閉業となったみたいです。ニューサンピアの名前は途中から違う会社が引き継いだらしく、その前の名前はウェルサンピア千葉って名称だったみたいです。詳しくはニトナのプールでネットで検索するとブログやら情報が出てくるかと思います。思い出の場所が見れるかと思います。そもそも最近すごい進出してますよね、千葉に。もともとコスモスって九州の会社でしたっけ。ここに島村って入ってんだな。そうなんだな。ここのね、スーパーのベルクスがね、むちゃくちゃ安いんですよ。物はね、イオンとかに比べると品揃えはそんなにね、大したことはないんですけど、安いんですよね、ベルクスは特に。ガンセンターがあって、ガンセンターの近くは前ちょっと動画でも出しましたけど、千原線の新駅ができるかもしれないっていうガンセンターですね。ここのガンセンターは不便なんですよね。バスで行くかタクシーで行くかしかできなくて、電車だと行けないんですよね。この大網街道はほんと混みますよね。もうむちゃくちゃもうずーっと渋滞ですよね。他にね、この辺ってね、迂回路がないんですよね。右がやばいっすよね。もう渋滞、土渋滞。特にね、ここバスがね、通るからね、バスがね、止まってしまうともうそこで大渋滞。もう大網街道はほんとひどいっすよね。あれ、ニトナの赤門って目の前ですよね、多分。ガストら辺じゃなかったっけな。違ったっけな。多分そうだよな。なんかここら辺右にカーブちょっとするところのニトナの赤門ってあったような気がする。ここら辺はもう緑区ではなくて中央区ですよね、ニトナって。で、ニトナにも都市計画道路が右側の方にあるんですよね。右じゃねえし、よく間違えるな。50近くになるとこんなに間違えるのか。大森台の方に抜ける道が作られるってことで都市計画道路があるんですけど、もうね、この大網街道をどうにかしてほしいですね、私的には。通る道がないからみんなここに集中するんですよ、結局は。ここら辺に赤門あった気がするな。どこだったっけな。なんかこの辺じゃなかったっけ、赤門って。なんかちょっとカーブして5サロじゃないけど3サロかなんかになってるところに
赤門ニトナ店があった気がするんですよね。なんで赤門のニトナ店って潰れたんですかね。それがすごい知りたいんですよ。私の小さい頃の思い出がニトナの赤門なんで。ガストじゃないしな、この先なんだろうな、多分。大網街道で一番混むって言ったらこの辺じゃないですかね。この辺もね、空いてる時ってないですからね。もうここがね、すごいど渋滞なんですよ。どうしようもないぐらいに。ほんと進まないですよね。全然進まない。右に行く車がいたらもうそれで終わりみたいな。ここ右に曲がる車、俺が右に曲がろうとしてるんだけど、ここら辺になんか赤門があった気がするんだよね。多分ここじゃなかったっけ、赤門って。違うかな。ちょっと右に曲がってみましょうかね。なんか赤門ってこの辺になかったですか？いや、ちげえな。ここじゃねえな。まあ、ここじゃないけれど、なんかこの辺にあったような、昔。ここじゃないな。この裏に駐車場とかないですもんね。あれ違うな。私が来たところは。ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、この辺なんですよね。ニトナの赤門。調べてみたところ私の記憶は合っていました。これは今いた交差点ですが、ファミマの前に赤門ニトナ店があり、裏に駐車場がありました。そう、裏に駐車場があって、その記憶が強かったみたいです。車を止めて大網街道沿いの赤門に入っていくと言っても合計で10回ぐらいしか行ってないかと。そして左のファミリーマートの手前にはカラオケがあったみたいですね。これはその奥になるトップマートの前のジャスコ。この時の時代も知ってはいますが懐かしい写真です。今度はこれは1990年ぐらいのニトナの航空写真です。ここに赤門ニトナ店があり、裏には駐車場があります。裏の駐車場は今は家とマンションが建ってますね。今思うとすごい場所に赤門ニトナ店を作ったんだと。だからニトナからは撤退したのでしょうか。ちなみにここにスカイラークがあり、近くにはブックセンターがあったと思います。これですかね。次は鎌取駅へ。この辺の通りはね、大網街道沿いは昔からの家が多いから、基本的にもう見ればわかるんですけど、築50年ぐらい経ってるような家ばかりなんですよ。ここら辺も。開発されてるのはもうあっちの線路のあっち側ですよね。あっち側は本当、私が知ってるのは一面更地でしたね。すでにその時に山とか切り崩した後だと思うんですけど、更地でしたね。これは1980年代の鎌取駅周辺の航空写真ですが、これから開発するってことでこんな感じでした。お、鎌取駅だ。この辺もね、通りは多分古いと思うんですけど、この北口でしたっけ、こっち側栄えてないんですよね。一切どこもショップがあるぐらいで。このロータリー久々に入るな。あれ、何これ、なんか変じゃない？あれ、真ん中の木がない。何これ、なんか工事をしようとしてるってこと？なんか駅前を整備を行っております。だって、あれ、ここにあった木がないよ。木切っちゃったの？ここにあったやつ。なんか、何これ、整備をしようとしてるってこと？なんか拡張工事をしようとしてるんですかね、こっち側の。北口って全然栄えないですよね。私がね、思うのはね、これ駐輪場があるじゃないですか。これ立体駐輪場かなんかにして、1階を駐輪場にして、上に例えばコンビニとか居酒屋とか、あとジムとか、なんかね、3階建てぐらいの副業施設みたいのを作るとすごいいいんじゃないのかなって思うんですけど、でも多分鎌取のこの辺って3階建てってあんまりないんで、なんか日照権の問題とかで3階建てが建てられないのか。ここがあれですよね、よく冠水する場所ですよね。大雨になるとここが冠水するみたいですね。私はちょっと遭遇したことがないんで分かんないですけど、こ
これから行こうとしているところはね、ある昔のね場所です。多分知ってる人は知ってるのかなと思うんですけど、先日のオフ会でもちょろっとお話しした方にはいるんですけど、ちょうどどんくらい前ですかね、私が50ぐらいなんで、今から35年前ぐらいですかね、35年前ぐらい私この辺ね走ってましたね。道はまだ多分作られてなかったんだと思うんですけど、もう忘れちゃいましたね、その当時は。どっから行ってたの、裏の方から多分ね行ってたと思うんですけど、こっちのメインの方はね多分通ってないんですよね。だからね、どんくらいで開発されてるのかがちょっとわかんないんですけど、私の思い出の場所、ここら辺も多分更地だったんじゃないですかね、思いっきり。もう記憶が忘れちゃってないんですけど、この先ですね、すごい思い出の場所があるところ、これ左泉谷公園でしたっけ。あそこ、ここにね、目の前に住宅地がすごい広がってるんですけど、このローソンですよね。ローソンの場所、左側に千葉銀のあれですよね、なんかシステム系のところがデータセンターか。ここのね、ローソンがね、思い出の場所なんですけど、ここってもともと何があったかってご存知ですかね。多分ここら辺に行けばなんかそういうものがあるのかな、あんのかな、ないのかな、わかんないな。これ千葉銀のあっちのデータセンター、多分これ千葉銀のデータセンターですよね。ここですね、ここのローソンのここの敷地全部、もともとねスーパーがあったんですよ。結構でかい。ここのね階段がねあってね、なんかどっか残ってる看板とかってないんですかね、ないのかな。ここに広場があって、ここら辺あっち側は全部スーパーですね。ここら辺家とか新しいじゃないですか。で、あっちの奥の方の家は多分あったんだと思うんですけど、ここら辺の家は全部なくてね、ここにスーパーがあったんですよ、でかい。なんかないのかな、どっかに。昔の。あ、ここにあるね、少し。これがそうかもしんない。トップマートってあるじゃないですか。泉谷公園でトップマート。ここにね、トップマートがあったんですけど、でもね、実はね、私が知ってるのはね、トップマートではないんですよ。部屋なんとかって書いてある。ここら辺が多分そうなんでしょうね。ここにもなんか看板とか多分あったと思うんですよね。あそこかな。おゆみのファミリーしか。あっちの駐車場も多分トップマートの駐車場だと思うんですけど、あそこの看板にもね、多分ね、トップマートとかそういうのが書かれてたんじゃないですかね。なんかどっかに名残とかないのかな。ああ、ここがそうですね。ここが入り口になって、あっち側がトップマートですかね。あっちの看板と同じですかね。そう、ここにトップマートがあったんですけど、実はね、トップマートの前はね、ご存知の方もいるかわかんないですけど、一応、前回のオフ会の時に確認したら、ラピアっていうところがここにあったんですよ。多分ね、結構知らない人多いと思うんですけど、その当時ってね、この辺ってスーパーが全然なくてね、1995年以前の話なので、私が今50ぐらい、35年前ぐらいなんで、だから1990年ぐらいですかね。でその時って駅前はまだ開発されてなくって、開発されてなかったんから、ジャスコがね、なかったんです。駅前にまだ。ジャスコってね、1995年ぐらいに建てられてるんで、その前の話なんで、もうここら辺でね、スーパーってね、全然なかったんですけど、唯一あったのは、あっちの千原台にある、鮮道。千原台の鮮道はすごい昔からあるところなんで、あの辺でスーパーで安く買うとなったら、鮮道のね、あっちの方ですけどね、鮮道の千原台の鮮道はね、すごい人気だったんですよ。なんかそこのメイン通り、そこね、あんまり記憶がないんで、スーパーがあったかはちょっとわかんないんですけど、なのでね、ここにね、スーパーがあって、で、ラピアっていう、なんかね、いろいろ売ってるんですよ。普通にスーパーも売ってれば、雑貨とかなんか多分洋服とかそういうのも売ってたと思うんですけど、記憶がないんですけど、で、その中に、フードコートがあっ
ったのをご存知の方いますかね。フードコート。でね、私ね、その35年前にそこのフードコートでアルバイトしてたんですよ。びっくりですよね。ちょうどね、私がね、高校1年の時、高校2年から千葉駅のケンタッキーでアルバイトし始めたんですけど、そのフードコートも2つあったんですけど、こっち側ね、たこ焼きとか、なんか、そういうものが売ってるところがあるんですよ。で、左側にお寿司屋さん、小僧寿司みたいな、そんな感じのお寿司屋さんがあったんですけど、私ね、そっちの左側の方のお寿司屋さんでね、バイトをしてましたね。そっちのたこ焼きの方の人とオーナー同じなので、なんか募集してるときは右側のたこ焼き屋と左側の寿司屋で別々で募集してたんですけど、で、一緒にね、友達とその時、中学からの友達がいて、高校も一緒の友達がいたんですけど、そいつと一緒にアルバイトしようよみたいな感じになって、で、そいつと言ったら、もう一人の方はそっちのたこ焼きの方に配属になって、私はね、お寿司の方に配属になったんですよ。だからね、お寿司の方でアルバイトしてましたね。で、握り寿司とかは一応専門の方がいたんで、でも一応その時からね、シャリを作る機械は導入されてたので、私でも一応握ることはできたんですけど、基本的に軍艦とか巻物系を、シャリを作るところから、酢を混ぜてとか、ああいうところからね、一応ね、やってましたね。でね、そのフードコートがゴキブリがすごくてね、フードコートって今はどうなのか裏のことがどうなのかわかんないですけど、当時ね、むちゃくちゃゴキブリが多かったんですよ。もうゴキブリだらけ。だからね、お寿司とか普通にたこ焼きとかなんかそういうの多分ね、小さなゴキブリとか入ってそうな気がするんですけど、当時ってね、なんかそういうのが当たり前だったんで、もうゴキブリがいる中でね、仕事をしてましたね。で、それがね、35年前の話です。フードコートの中の記憶はあるんですけど、フードコートの外のその店内の様子ってあんまりね、うろついたことがないんでね、なんかわからないんですけど、当時のね、ことを知ってる方はね、結構少ないかもしれないですけど、どっかないのかな、名残って。ここもね、だから入り口みたいな感じだと思うんですよね。ここら辺って。ここも多分、でも全部そうだな。ここら辺あれだな。さっきのヘアカットスタジオとかなのかな。なんかね、どっかにね、多分看板とかあるんですよね。ここら辺の看板、ここ多分ね、そのトップマートとか看板だと思うんですよね。ここに多分書いてあるんですよ。ラピアとかって多分書いてあったんじゃないですかね。で、鎌取お弓のとこは一気にもう全部ね、開発されて、それまではもう一面さら地だったんですよ。思いっきり。もう畑っつうかね、なんか、これから開発しそうな感じのさら地だらけだったんですよ。もう、ほんと何にもなかったですからね。まだ当時ってね、ホンダとかね、の方がね、住宅とかっていうのはあったんで、鎌取がね、ここまでね、栄えたのはね、びっくりですよね。もうここら辺がね、全部ラピアなんですよ。ここにありますね、ラピア。うわー、ラピアありました。名残だ。これぐらいしかないのかな。わー、すげえ。これちょっと、すごい感動ですね。このラピアでアルバイトしてましたよ。うわー、感動だ。ここにあるなんて思わなかった。マジ感動なんだけど。これは1990年頃の鎌取駅南口の航空写真です。今の鎌取駅ができたのが1986年とのことで、今写真に写ってるのはできたばかりの鎌取駅ですね。それまでは貧相な駅でしたね。入り口も北口にしかなかったとか、そして今いる場所にあるショッピングセンターのラピアは、1984年にできたみたいなので鎌取駅が橋上会記者になる前からあるんですね。この頃にショッピングセンターとしてあったラピアは重宝されたのかと思います。周りを見ればわかりますが、更地ばかりでバザール通りもまだ千原線が開通してないので、お店などができてない状態なんですよね。その中にあったラピアの存在は記憶に残ります。このバザール通りは千原線が開通してから、1995年以降にどんどんお店が建ったのかと思う。でも1995年というのはバブル崩壊して氷河期時代ですよね。そのこともあり、計画人口に達しないニュータウンになったのか。それは千葉ニュータウンも同じだと思うが、もう少し早く
1988年ぐらいに千原線が開通していればもっとすごい鎌取、お弓のニュータウンができていたのかと思います。これはラピア上空です。ラピアは結構でかいショッピングセンターだったんですよ。フードコートもあるぐらいですからね、土日になると結構人が入ってたような気がする。ここにある陸橋はこっち側の住人が来やすいために作ったんですかね。千葉銀のデータセンターは。まだこの時にはできてなかったんですね。だから陸橋は千葉銀のためにあるのではなく、ラピアに行きやすくするために作られたのかも。あとはね、思い出の場所はね、この鎌取ってね、思い出の場所ってあんまりないんだよね。駅前とかもね、ちょうどね、駅前のジャスコちょっと行ってみますけど、ではそのまま駅の方にちょっと行ってみましょうかね。ビッグボーイは5年前ぐらいに潰れてしまったんですよね。駅前に唯一なんかあったレストランっていうかハンバーグ屋、ビッグボーイがあったんですけど、あのビッグボーイもね30年ぐらいは多分やってたんじゃないですかね。そうですね、一気に栄えましたからね。鎌取もその分住みやすくはなりましたけどね。一番外房の中で栄えてるのはこの鎌取駅周辺、あとお弓野とかそこら辺、千原台とかその辺じゃないですかね。時計の方も栄えてますけど、でも駅前にこのでかいイオンがあって、いろいろとなんか便利なのは鎌取じゃないですかね。昔はね、鎌取と時計はね JR の快速止まらなかったんですけど、途中から止まる、住宅が一気に増えてから止まるようになったんですよ。だからホンダはね快速が止まるところだったんですよ、最初から。ホンダは昔からね住宅があるところだったから、最初に多分開発されたのはホンダ。なんで開発されたのかはちょっと分かんないですけど、そのうちね鎌取と時計にもなんか時間帯によって朝と夜だけ快速が止まるようになって、で今ではもう全てが止まるようになっちゃいましたけどね。住宅が増えたおかげでって感じですかね。であとはやっぱ区役所、緑区の区役所がね鎌取に設置されるってことから一気にもっと栄えるようになりましたよね。周りに結構でかいマンション群とかありますよね。この辺とかも、このジャスコの、手前にあるのが駐車場で、この辺一帯が全部マンションとか、結構高いマンション、10階建てぐらいのマンションが普通にいろいろありますよね。駅前はねこっちの方に、ここが緑区の目の前が区役所なんですけど、こっちの方が思いっきり栄えてて、この辺ってね、これ多分何もなくて更地だったんですけど、全部もう畑みたいな、そんなようなところでしたよ。私もその頃の記憶はね、この駅周辺はね、鎌取駅はね使ってなかったんでわかんないんですよね。そのラピアにねアルバイト行ってた時も家から自転車で行ける距離にあったんですよ。駅はね一切使ってなかったんですよ、鎌取の駅が。だから鎌取の駅はね記憶がないんですよね。このねジャスコですよね。やっぱジャスコがねあるから、ジャスコってイオンなんですけど、1995年にできて、その頃ジャスコができるって話もね親とかから聞いてたんですけど、なんかジャスコって当時って一流は一流なんですけど、なんか二流っぽい感じだったじゃないですか、ジャスコって。イトーヨーカドーの方が一流だったんで、なんかイトーヨーカドーに比べるとジャスコってちょっと微妙だなみたいな。1995年ぐらいって千葉駅周辺にすごい私行ってたので、全然ねそのジャスコに興味がなくて、で鎌取にジャスコができるってなった時も、ああそうなんだみたいな、そんな感じだったんですよ。私のね妹いるんですけど、妹はねよくジャスコに行ってたみたいなんで、その頃多分ね親とその鎌取駅前のジャスコにはよく来てたんじゃないですかね。鎌取は都市計画道路はないですね。でもこのねイオンもねすぐバカでかいんですよね。むちゃくちゃね近くから見るとでかくてね、で上に立体駐車場があるんで雨の日でも全然苦じゃないですし、で中はねいろいろフードコートもあれば、イオンって結構食品関係に強いっていうか、なんかね種類が豊富なんですよ。であとはね上の方に行けば服屋もあるし、一通りのデパートが
中揃ってるんで、蒲取の駅前にね、このね、ジャスコがあること自体はね、すごい便利なんですよね。最強ですよね。やっぱ駅前にね、そのスーパーとか、そういうところがあるのは強いですよね。別日で電車で南口へ。蒲取駅の乗車数が蘇我に次いで多いので改札数が少なくて混むんですよね。今日はお昼なので空いてますが、ちょっと前にほんの少しだけ南口の階段が改装されたとか、あまり変わってないが、このペデストリアンデッキがイオンまでつながってるのは助かりますよね。あれ？何かロータリーが新しくなってる？なんか綺麗になってるような。やっぱり新しくなってるような。北口も工事やってるから先に南口をやったのかな。イオンに到着。あれ？サンマルクカフェはどうした？スタバになってしまったのか？蒲取イオンにもとうとうスタバが入ることになるなんて。そういえばそのパチンコ店の他にピラミデっていうパチンコ店ってなかったっけ？画面に入りきらないぐらい大きな湯にいるイオン。そのパチンコ店はいずれ潰れるのだろう。そしたら何が入るのか。マンションかな。ここを読む人はいないだろうが、たまたま気になったので撮ってみた。意味不明なことをしてしまった。これは蒲取駅が新しくなる前、昔の駅です。その頃は大網街道沿いにしか改札がなかったとか。多分これが駅なのかと思います。南口には陸橋を渡って行ってたのかな。そしてこれが新しくできた駅ですが、前の駅から場所が変更してますよね。なぜ駅の位置が変更になったのかというとウィキにも書かれてますが、蘇我の駅間の複線化に伴う線路付け替えにより駅の位置が移動して今の位置に移動したみたいです。駅が新しくできたけど、まだ周りには何もなくてこれから開発されるって感じなんですね。ちなみにこの建物は千葉ろう学校ですが、この建物は1960年ぐらいからある学校で、次回は一番古くからある建物ではないかと、途中で改装工事はしてるとは思いますが、次回はやっと銚子編へ。